なんか足りない。昨日よりもエビアンが足りない気がする。あ、やばいよ、これ。エビアン1本205円だからね。これ、1回に2本使ったらこれ410円いっちゃうからね。これ、ちょっとまずいまずいまずい。はい、皆さんこんにちは。バックバックです。このチャンネルではアトピー歴30年オーバーのバックバックが体を張って様々なアトピー治療にトライしていきます。ざっとバックバックの症状を伝えると、基本顔のアトピーがひどいです。しかも20年くらい顔にキンダベートを塗り続けてきました。体は時期による感じです。かゆみは常にあるけど、安定している時はステロイドを塗らなくて大丈夫。ただ一度荒れると結構塗りたくります。なので顔は常に塗ってて、体はたまに塗るっていう感じでずっと過ごしていました。この顔にね、キンダベートを塗り続けたせいでね、お肌が薄くなって赤ら顔になってしまったので、このね、数ヶ月間頑張って顔のステロイドはやめてみました。本当にね、これ、勇気もいるしね、結構大変だったので、どうやってやめたかは、動画の後半で紹介したいと思います。これね、あくまでバクバクの体験なのでね、アトピーって大変なのは人によって症状が全然違うので、これはあくまでバクバクの一例だと思ってもらって、試せる人は試してみたりとかしてもらえればと思います。無理はしないようにしてくださいね。ということで、今回のチャレンジは、毎日エビアンで顔を洗ったら顔のアトピーが改善されるのでは説を検証。今回28日間チャレンジします。バクバクチャンネル。はい。見てください、皆さん。これエビアンです。なんかね、昔よりもね、値段が高くなった気がします。というのもね、バクバクね、これをね、10年くらい前にね、実は一回試してるんですよ。ただその時は続かなかった。なぜかっていうと、あんま何も考えないで、ただエビアンで洗ってみたんですよ。でも、今ね、ちょっと後でこの話もするけど、肌のターンオーバーとか、なんでその顔にこう水の影響があるのかとか、特に考えないで軽い気持ちでやっちゃったんですね。だからこう、エビデンス取ろうともしなかったからちょっと続かなかったんですけど、今回はしっかりそこら辺も対策して、またやってみたいと思っております。で、まず、なぜエビアンなのか。これね、昔ね、海外に有名なモデルさんがね、エビアンだけで顔を洗っているっていう記事をね、バクバク見たんですよ。それでね、昔真似してみたんです。日本だと、なんか今回調べたら出てきたんですけど、松田聖子さんとかもね、そういう噂があるみたいですね。狙いとしては、そのフランスのお水ですね、エビアンは。硬水ですね。硬めのお水です。いろんな成分が入ってるから硬いんですけど、そのフランスの硬水であるエビアンを洗顔に用いたら、水道水の残留塩素とおさらばできるのではというのが狙いです。浄水器とかね、もちろんあるけど、直接エビアンだけで毎回洗った方がいいんじゃないのかなっていう感じです。で、この水道水の残留塩素、これがアトピーに影響している可能性が高いです。塩素は肌のタンパク質に影響を与えてバリア機能を低下させます。そのせいで乾燥やかゆみ、赤みを引き起こすことがあります。ちなみにね、バクバクね、東京に住んでる時はね、体のアトピーがあんまり出ないんだけど、これ地元の千葉に戻るとすぐ荒れるんですね。これもね、今度ね、検証してみたいとは思っています。で、エビアンに話を戻すと、これで洗顔、洗髪、すすぎまでやります。ちなみにこのエビアン、750ml の12本で2460円でした。バクバクのお財布がやばいです。これはちょっと高い実験になると思います。でもね、アトピーが治ることがね、アトピーが少しでも軽減されることが理想なので、ちょっとお金かかりますけど実験してみたいと思います。さて、1回目の洗髪、洗顔でどのくらいのエビアンの量を使うのかも注目ですね。ちなみに今バクバクの髪の毛はかなり短いです。なのでエビアンを節約しながら使っていけると思っています。実験期間は28日間。なぜなら肌のターンオーバーが28日間だからです。
ただね、実はこういろいろ調べてったら、30代から40代だとターンオーバーがね、40から45日くらいかかるそうです。なので、バックバックはちょっと30オーバーですので、このターンオーバーが、40から45日かかっちゃうかもしれません。なので、28日間で変化が出なくても、もう少し続ける必要があるかもしれないですね。そこも含めて、ちょっと実験していきたいと思います。バクバクチャンネル。はい、ということで1回目です。はい、まずね、ちょっと濡らしてから。あれ、これまずいかも。全然水が足らない。バクバクはね、髪の毛短いからいいけど、女性とかは結構厳しそう。はい、ということでね、1回の洗顔洗髪で1本いっちゃいました。エビアン 750ml1 本。1本205円です。205円。これは費用対効果的にかなり厳しいかも。ということで2日目。今日はね、水を節約するために手にエビアンを少しつけてから先に泡立ててみます。すすぎ。これ、なんか足りない。昨日よりもエビアンが足りない気がする。ちょっとバクバクの配分が悪かった気がする。やばいよ、これ。エビアン1本205円だからね。これ、1回に2本使ったらこれ410円いっちゃうからね。これ、ちょっとまずいまずいまずい。これ、ギリギリいけたけど、なんかね、これね、すすぎ残しを感じます。バクバクチャンネル。ということでね、このままエビアン洗顔生活を続けていくので、約ね、1ヶ月後ぐらいの結果をお待ちください。ちなみに、バクバクはこのエビアン生活の代替案になる方法で最近は過ごしていました。こちらね、マジでおすすめです。バクバクが今使ってるのは、この、はい、これ見えますか皆さんこれ。これね、アベンヌのスプレーと最高純度のワセリンです。もうバクバクこのでっかい使っちゃってます。これもうずっと使うから。これね、この組み合わせを、最近はずっとシャワー後にやってました。それで、今までちょっとキンダーベッド塗りたくってたのでね、その代わりになるものを探してて、今この組み合わせでやってます。で、狙いとしては、アベンヌを化粧水代わりに使って、サンホワイトを保湿の蓋代わりにやってます。要は考え方はね、エビアン生活に近いんだけど、水道水のシャワーの後に、まずアベンヌをシューってやります。で、一回ティッシュで拭く。これは水道水を洗い流してるイメージです。その後、もう一回アベンヌを顔に吹きかけます。これは化粧水感覚。で、ちょっとしてからサンホワイトでそのアベンヌを閉じ込めます。で、なぜこのサンホワイトなのか。いろいろなね、ワセリンを使ったんだけど、ベタつきが多かったりして、肌の密閉感が強すぎたんですね。お肌が呼吸できなくて炎症している時は逆にワセリンと肌の間で菌が繁殖してしまうこともあるらしくて、顔の赤みがね一向に取れなかったんですね。でいろいろ調べてたらサンホワイトが市販のワセリンの中で一番高純度高精性らしく、試してみたら赤みがね強くならなかったんですよ。これねバクバクの場合ですよ。あくまで個人の感想です。人によって効果は違うと思うのでお気をつけくださいね。で、多分ね、バクバクの肌にね、サンホワイトあったんでしょうね。なので、そこからはこのアベンヌ、サンホワイトの組み合わせにしています。これでお肌がね、だいぶ安定してきて、顔にね、ステロイドを塗らないで良くなるようにはなりました。で、ここで一つ大事な話なんですけど、病院に行く時にステロイドを混ぜる時にワセリンだったりプロペトだったり機材がねいろいろあると思うんですね。なので自分が使っている塗り薬が何と何を混ぜてできているのか調べた方がいいです。なんか病院変えたりした時に塗ってる塗り薬が今回の方がいいなとか、でもステロイドの強さって変わってないよねみたいなことあると思うんですよね。そういうのって大体機材が違ったりするので、そこもねお肌に合う合わないがあるので、結構ちゃんと自分で見て調べておくといいと思います。自分でね調べるまではねワセリン自体に種類があることも知らなかったです。ワセリンには大きく分けて4つの種類があります。まず黄色ワセリン。これは精製度が低くてドラッグストアとかでよく見かける安いやつですね。
不純物が多いので敏感肌には刺激になることがあります。次に白色ワセリン。黄色ワセリンをさらに精製したもので病院でもよく使われます。よく言う白色ワセリンがこれですね。で、その上がプロペト。白色ワセリンをさらに精製して不純物をもっと取り除いたもの。眼科でも使われるくらい純度が高いです。で、その一番上がこれ、サンホワイト。プロペトをさらに精製した市販で手に入るワセリンの中では最高純度のものです。つまり純度の順番としては黄色ワセリン、白色ワセリン、プロペト、サンホワイト。右に行くほど不純物が少なくて肌への刺激が少ないです。バックパックの場合はプロペトまでは肌に合わなかったけどサンホワイトにしたら大丈夫だった。こういうね微妙な違いがねアトピー肌には影響するんですよね。なので今ワセリン系の保湿剤を使っていてなんかいまいちだなと思ってる人は種類を変えてみるのも一つの手だと思います。もちろん病院のね先生に相談するのが一番いいと思うのでまずはそこでお話ししてみてください。ということで今日はエビアン洗顔28日間チャレンジのスタートとバックバックのアベンヌプラスサンホワイトのスキンケアをご紹介しました。それではねこの人体実験この洗顔人体実験の後半結果もねお楽しみにしていてくださいね。それではバックバックでした。またね。